おはようございます。うちで言えばですね。ちなみにこの枝は何の枝になるんです今日は黒金餅ですか？黒金餅。ね。はい。この日によって種類は違います。はあれはもう暑くて多分全然動こうっていう。暑くて動かないんですね。あそこがちょうど日陰なんで、林君、ほんと日陰しか行かないですね。やっぱり日差しが強すぎて、この後寝室掃除したら、お部屋も開放にした状態で常に出入りができるようにはするんですけど、その状態だともうずっと、基本的にリンクはお部屋の中にします。これ1日1食ですか、マキさん。草食動物の場合はこう人間みたいに朝昼夕みたいな感じではなくて、常にこう食べ物があるような状態にするので、キリンの場合は葉っぱと、でこの後乾燥、牧草ですね、いつでも食べれるような状態で、基本的にはこう朝と夕方の比較的涼しい時間帯に、食事をして、で日中のお昼頃は休息、休む時間にやってるっていう感じではあるんですけど、ただ一日の半分以上をこうやって、食べ物を探して食べてっていう、ことに費やすっていう感じですね。だから野生だと1頭あたり60キロぐらい葉っぱ食べるっていうふうに言われているので、食べる量はものすごい多いっていうですね。ただ動物園だと牧草、乾燥させた状態のものを食べるので、どうしても水分が飛んでる分、重さで言うとすごく軽くはなるんですけど、ただ野生では木の葉っぱと、そこについてる花とか実とか小さい枝とかも食べますけど、基本的には葉っぱのだけの重さで60キロぐらい食べるっていうふうに言われてます。一応レッサー主食が竹なので、竹をメインに、あとペレットなんかもあげたりしてます。何を置かれてるんですか？今リンゴですね。小さくしたリンゴをいろんなところに隠してます。
下に穴が開いてて、そこからこう出そうとしたりするんです。で、吸ったりとか、爪に引っ掛けるとか。基本的にメインがアジを揚げていて、1日今5キロのアジと500グラムのカツオを食べてもらっています。アジはゼイゴって言って尻尾の方にトゲみたいのがあるので、尻尾の方から揚げると喉にトゲとか尾びれが深えて食べにくいので、頭の方からこうなるべく揚げるようにしています。アザラシは歯とかあるんですか？歯あります。すごく小さい歯なので、お魚噛みちぎるというよりかは、その狩りをするときにとどめとく程度ので、ほぼ丸飲みです。その丸飲みすることで、その体内に入ってるアジの血液だったりとか、そういった水分を水分として取り入れて、海水を飲むわけではないので、そうなんです。ほぼアザラシたちはご飯を丸飲みで食べてます。なんか手挙げてましたもんね。そうです。状態の確認とか、その特別何かするわけではないけど、日々ちょっとこう触ったりとかすると治療がしやすくなったりあるので、日々そうやってちょっと練習、ご飯のついでに練習がてらそういったことを行ってます。働いてて楽しいです。おとなしいです。やっぱペットと違うので、なんか癒し癒しって変わるっていうわけではないんですけど、動物たちのなんていうんですか、管理というか、ご飯考えたり、あとお部屋のレイアウト考えたり、この動物たちのことをこうやってる時のその動物の反応を見たりするのがすごく私はやりがいを感じます。野菜ってどこから仕入れてるんですか？野菜は八百屋さんから買ってます。本当にじゃあ人と食べるもの変わらないですね。一緒ですね。人は夏バテとかあって食欲なくなったりしますけど、動物もあります？動物もほとんどの動物が夏バテになってると思います。やっぱりここ最近の気温は暑すぎるので、やっぱり食欲にちょっとは変化が出てきたりとか、食べてもらう工夫はライオンで言ったら氷にしてお肉をあげるとか、あとは草食動物だったら新鮮な葉っぱとか草とかを摘んできてあげるとか、野菜以外のものでいろいろ対応ができるところがあるので、それでやってます。歯がももしてる動物がいるので、それ用にちっちゃめに切ってます。割と高齢の動物が多いので、食べれるものを用意しとかないと意味がないので、園内の動物は高齢個体が多いので、やっぱり野菜をただあげるだけじゃ食べない子も各班の動物でいると思うので、それぞれ工夫がまた違うと思います。これがご飯ですね。
で今みんなご飯っていうのが分かったからこの鈴の音に反応してみんなご飯っていうのを察知してます。もう一回鳴らしたらどうなるの？これ5回鳴らすっていうのが定番になってて、ちょっとここら辺で鳴らしてみます。じゃあ鳴らします。モルモットって普段何を食べてるんですか？モルモットはですね、普段あそこのネットの中に入ってるチモシーっていう牧草を主食にあげております。さっきあげてた人参とかは？人参キャベツはおやつ代わりとして使用しておりますので、量とかは制限してあげております。モルモットは月種類で歯がずっと伸び続ける子たちですので、おやつはちょっとやっぱ人参キャベツは柔らかいものですので、こればっかり食べてると歯が伸びちゃってご飯が食べられなくなってしまうので、このチモシーをやっぱり食べて歯を摩耗して短くしているので、このチモシーも食べつつお好きな人参キャベツをあげるっていう感じであげております。おやつを持ってった瞬間みんな泣き出すっていうのがすごい可愛かったです。モルモットさんたち群れで暮らす動物ですので、鳴き声とかを使ってコミュニケーションをとっておりまして、多分みんなご飯ですよみたいな感じで、やったご飯だって感じで集まってきてくれてるのかなって個人的に思いますね。だからモルモットやっぱり毛並みとかがみんな個性があって、性格もその一概にみんな臆病とかそういうわけではなくって、中には人に寄ってきてくれる子もいますし、ちょっと他の個体を追いかけっこしちゃう子もいるんで、そこら辺の個性を知れるとよりその一匹一匹に愛着が湧くと言いますか、みんな可愛いなってなりますね。一匹一匹わかるんですか？わかります。自分はもう全部覚えてます。あの子はアンズちゃんっていうお名前でして、今いるこのモルモットの女の子の中で一番体重が重い子です。すごく食いしん坊です。